宇宙は空体または物質母体とも言うべき異及び異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が修正から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に生まれた。前の動画で意志の修正体に万物創造の根源力としての意識の創生を見た。この意識は自己の修正体内の意志群の濃淡の差を調節しようとして自制力を発動するときに生じたものである。ところがこの意識はその自制力を発動しつつ2つの異なった組織と力、機能を有するより高度な意識体に自己発展する。それは自己の修正体内の意志群をより活動的でより合理的な組織体に編成することによって修正体自身をより高度でより理想的な安定物体へ発展しようとする積極的合目的的活動の表れである。電性意識とはこの2つの異なった組織と力を有する高度意識体の一つを指して呼ぶ。ここで注意を要することがある。それはこの2つの異なった高度意識体は共に同一修正体内で交互不利の関係に置かれて活動している点である。この2つの意識力は同一修正体内で相互に依存し合い、相互に自己の特性を発揮して共に足らざるを補い、永遠に包容交互の形態を保って万物の創造活動を続ける。電性意識とは万物創造の気力の一つである。その実態に関しては次で詳述する。電性意識とは意志の修正体内に生じた物質造成の気力の一つである。この意識力は物質を固体化する力として能動する。すなわち物質の固体発達を思考する意識であり、それは物質の無限伸長意識力として発動する。この意識の特徴は自己の固体発達のみを思考する盲目的初突的無限伸長活動である。それは合理的運営能力を欠いた自己伸長意識力として発動し、将来生物の理性意識に対する本能意識へ発展する。電性意識は一修正体内の意志群を単なる修正状態からさらに進めて凝集、凝固し、ついに固体化することによって自らを固体発達させる意識である。したがってこの意識体の構造は常時帯電性意志群の凝固したものとして存在する。そしてそれはその結集密度が最も高いため最も多量の電気を含蓄する意識体である。この場合の凝固体は単純な意志の凝固体であるが、宇宙進化に伴い将来有核物質の主要素となる。この意識の運動機能は吸引と反発であり、廃脚力は微弱である。特に反発力は大である。なぜならばこの意識体は意志の結集密度が高いため、他からの浸透物質を吸引すると同時にそれを内に一定期間保持するだけの空間が狭いため、直ちにこれを反発して跳ね返す。あたかも鉄板に石を投げつけた場合と同様で、石を粘土に投げつけた場合は反発は生じない。なおここで参考までに一言触れておくが、この電性意識体は宇宙創造時代を経て宇宙完熟時代に入る頃にはその性質上物体的には陰電気的性質を帯びている。このことに関しては全時理解されていくことであるため、ここではこの程度でとどめておく。意志の修正体に生じた電性意識に対し、これと不可分離の交互関係を持つ今一つの意識体が理性意識である。この意識の生じる理由は
電性意識の個体発達活動に対し、これを調節操作して順調に、しかも堅実な目的物体へ発展するよう、これを援助指導する力が必要になってくるからである。単純な意志の修正体は常時吸引廃却の運動を続け、自らの凝集度を高め、より安定してより合理的な物体へ発展しようとする。このような意識能動が自ら体内意志群を不動的状態より個体化しようとして凝固し、個体身長意識力電性意識力へ発展するのは前に述べた通りである。また一面においてこの個体化活動、すなわち電性意識活動を援助し、その著突的盲目的自己身長活動を操作調整する理性意識力へ発展するのも自然の帰趨である。理性意識とは、このような物質身長活動の理性的調整操作能力を有する意識体を指してよぐ。したがってこの力は万物創造の最も重要なる気力である。それは電性意識に対する包容者であり、保護者指導者である。また前後における大宇宙体系の創造にあたって最も重要な役割を果たす主導意識力である。ここで注意すべきことは、先にも述べたように、この意識は電性意識と常に永遠に包容交互の状態で活動し、共に離反することなく愛はし愛協力し、電性意識の個体形成過程に足らないものを補い、余ったものを吸引する絶対不可分離の関係にあって万物の造成を営んでいる点である。いかなる物体も意志の結合体であるため、その比率の差こそあれ、万物はその体内に必ず電性意識力と理性意識力とを要している。万物はむしろ両意識力の結合体というべきである。それは電性理性の両意識体の文化的発展体である。例えば電子や陽子等にしても全て意志の結合体であり、その構造内には個体発達を遂げた電性意識体と、これを調整操作して維持伸長しようとする理性意識体とが相互に浸透し合って包容交合状態にて活動している。余談ながら現代の自然科学は物質の意識力の面を全く看過している。したがって生物の意識力に対して全く何らの証明もなし得ず、いたずらに神秘なる現象としてその現象面の運動形態のみを追い回している。しかし全ては後の動画で明らかとなるであろう。理性意識とは意志の修正体内に生じた物質発展の最も重要な主導気力である。この意識力は電性意識の無限伸長活動に対する運営伸長活動力として能動する。物質の合理的発展は一にこの理性意識の調整操作能動によってのみ可能である。理性意識体の構造は電性意識体のように意志流派凝固せず、凝固一歩手前の凝集にとどまっている。それは次の機能を果たすために絶対必要だからである。理性意識の運動機能は浸透と吸引である。この力は電性意識の吸引反発とは異なり、実に強大な浸透力と吸引力として発現する。特に廃却力から発達した浸透力はこの意識の性質上絶対不可欠の条件である。なぜならば物質造成にあたって電性意識体の個体化活動を調整するには、この強大な浸透力によってその不合理性を強制するからである。造成物体に応じて足らないものを補うのはこの浸透力である。またその強大な吸引力も同様に操作を高度化する絶対必要条件である。対象の不必要なものはこの浸透力によって除去され、浸透吸引は共にその力を強化し合い、物質の発達すなわち電性意識体の発達と維持を操作運営する。理性意識の浸透吸引機能の起因はその構造が電性意識とは異なって意志の結集密度が凝集状態にとどまっているためである。その意識体の内部には意志流間の空間が大きく、したがって括弧の意志流の吸引廃却力が蓄積される空間が適度に保たれているためである。なお物体運動の物理的小論については後の動画に譲る。理性意識体はこのような意志流の凝集体であるため、電磁体であることは電性意識と同様である。参考までに理性意識体は本来の能動機能を維持するため多分に陽電気的性質を帯びている。この件については後の動画で理解されることであろう。
理性意識は以上のような諸性質を有し、宇宙創造の主力である。我々はここで単なる意志の集成体に生じた意識が電性理性の両意識体へ自らを発展させ、宇宙万物への自己発展的創造気力として完成するのを見る。この理性意識力の生物体への発展が文字通り生物の理性意識力となる。しかしこれは宇宙総資源体としての異体の自己分裂によって発展的に生じた運動意識を有する運動原子、意志の必要な自己発展の姿である。前の動画で電性意識と理性意識の実態を明らかにしたが、ここでは活動分野その他の問題について述べることとする。電性理性両力の活動分野は宇宙界と固体界に大別することができる。この両力は共に宇宙界にあっては活発に包容状態にて何らかの物体造成を目指して運動するが、一旦固体発達を遂げ完全にそのものが安定すると固体界に限り休眠状態となる。しかし固体界といっても何らかの刺激を受けると直ちに活発な運動を再開して再び何らかの物体へ変化移行する。両力の活動分野は宇宙界固体界のすべてにわたる。